皆さんご機嫌いかが？コーチです。今回はオリジナル作品のカメラを作ろうと思います。カメラといえばシャッターボタンを押したいなとかレンズをくるくる回したいなとか思うんですけど、これを全部叶えたスペシャルなカメラにしちゃうよという寸法です。というわけで作る順番はこちら。使うビーズはパーラービーズのこちら。それでは作っていきましょう。まずは裏面となる1段目から作っていきます。カメラの裏面によくあるダイヤルボタンもくっつけてくるくる回したいので仕掛け用のビーズも並べます。こちらが1段目。さてアイロンのお時間です。この3つのビーズのうち1つは潰し気味にして残りの2つは引っかかりができる程度のほどほどにしておきます。1段目のアイロン終わり、ダイヤルボタンを取り付けていきます。潰し気味のビーズはダイヤルボタンのストッパーとしてここで使います。このダイヤルボタンの爪楊枝を利用してシャッターボタンの仕掛けを作っていきます。ここは正直めちゃくちゃ悩んで作ったので褒めてほしいですね、誰かに。話を戻して、この爪楊枝にもう一つのビーズを刺してカメラ内部になる2つの出っ張りを作ったら、この出っ張りに輪ゴムを引っ掛けていきます。ぐるぐるぐるっと指に3回巻きつけたらバッテンになるようにねじって引っ掛けます。これで1段目の出来上がりです。次に2段目となる中間部分を作っていきます。シャッターボタンを動かすスペースを確保したいので枠だけ並べて空洞になるようにします。あっという間にアイロンが終わったので組み立てていきます。シャッターボタンを組み立てて1段目で作ったバッテン輪ゴムの上に乗せたら押せるシャッターボタンの出来上がりです。3段目となる前面を作っていきます。ここではくるくる回るレンズを作るので仕掛け用のビーズも用意しておきます。この2つが仕掛け用のビーズで、茶色い方は潰し気味で透明の方は引っかかりができる程度にかけておきます。アイロンし終わったので組み立てていきます。透明ビーズはくるくる回るレンズの芯のストッパーになります。この位置に爪楊枝を刺してレンズとストッパー用の茶色ビーズをつけるとくるくる回るレンズが出来上がります。爪楊枝をカットしたら前面の出来上がりです。レンズ自体はさっき作った前面のくるくるですが、レンズ交換を可能にするためにここでは縁だけを作っていきます。完全な輪っかと視力検査の C みたいな2つを用意して爪楊枝を4箇所くらいブサーっとしたらレンズの出来上がりです。セットしてみるとなかなかカメラっぽくていいんじゃないですかね。それではパーツが揃ったので組み立てていきましょう。シャッターボタンを挟む形で3枚重ねて4箇所ほど爪楊枝を刺して固定します。右上と左上の角にも爪楊枝を刺してストラップを引っ掛けるフックにします。これで組み立て完了です。せっかくレンズ交換できるように作ったので交換用に望遠レンズも作っておきます。望遠レンズのイメージって長い感じなので輪っかのサイズを変えながらいくつか重ねてそれっぽくしていきます。どうでもいいことですが僕は爪楊枝を切る音が結構好きなんです。なので皆さんにもこのパッチンサウンドを楽しんでもらうためにここで連続パッチンをお送りします。いやー心地よかったですね。ということでこれで全てパーツが組み上がったので完成。どうですかこのフォルム、結構カメラっぽいでしょ。ちっちゃい手のひらサイズですけどちゃんとこうやってレンズも回ったりシャッターボタンを押せたりとか後ろのボタンもくるくる回せたりで、さらにレンズ交換もできちゃうというこの夢のようなおもちゃですね。レンズ交換はこの出っ張りをガイドにはめ込むようになってます。このレンズの付け替えね結構楽しいんですよ。それじゃあ早速このカメラを持って公園に遊びに行きましょう。いかがだったでしょうか。実際に公園で走り回りながら遊んでみたんですけどサイズ感がめちゃくちゃよくって手
手にフィットしながら大人も子供もガチャガチャ遊べるっていう感じで、想像以上に楽しく遊ぶことができました。はい、というわけで今回はカメラを作ってみました。でも結構手軽に作れるのに動かせるところが多くって満足な出来になったと思います。よかったら参考にしてみてください。この動画楽しかったよという人は高評価、チャンネル登録をしてもらえるととっても嬉しいです。それから BGM も僕のオリジナルなのでぜひ概要欄をチェックしてみてください。それでは良いアイロンビーズライフを。ごきげんよう。